ビューティフル・ジョーは本当に僕のそのピュアな好みっていうのが濃く出た作品だと思いますね。まあデビルみたいなああいう激しいアクションももちろんその僕の好きなジャンルではあるんですけど、デビルってその先ほどお話ししたようにそのバイオシリーズとしてこう立ち上がってきたところがあるので、だいぶちょっとこうホラーテイストも強いちょっとダークな世界観なんですよね。そういうものヒーロー作品が好きだったので、それをこうゲームでやりたいっていう気持ちをこう込めたというか。でビューティフル・ジョーも実は何もないところから立ち上がったわけではなくて、最初三上さんからなんていうか第4開発の、ロックマンみたいなものをなんか考えられへんかみたいな感じでこうふわっとこう依頼があったんですね。カプコンって言ったらロックマン、メガマンですか海外では。それがこう長いあのシリーズを重ねてきていて人気もあってっていうところで、そういうような長くこう続くような、アクションゲームをなんか作ってくれへんみたいな感じで受けたので、その中で自分の頭の中ではロックマンかと思ってこう 2D のアクションスタイルがこう思い浮かんだというか、それが一番最初のビューティフル・ジョーの始まりでしたね。でなんかこう3作品くらい続くものにしてほしいっていうふうに三上さんに言われたんで、僕も頭の中で3作作るものだと思ってたんで、ビューティフル・ジョーのエンディングで地球にはあと2回危機が訪れるって言ったのはあと2作品作るつもりでそう言わしてたんですけど、その夢も残念ながら叶わなかったんですけど、そういう形で立ち上げて 2D アクションとしてそこにその僕の好きなヒーローっていうのを付け加えて、ビューティフル・ジョーができたんじゃないかなと思いますね。確かに、トゥーンシェーディング当時いろいろ使ってる作品も多かったんですけど、僕そのトゥーンシェーディングっていうそういう技術を使いたいからっていうことでは考えてなくて、うーんデザイナーとそのアーティストとそのヒーローのデザインをこう考えてる時に、アメコミ全然詳しくないんですけど、ちらっと見たミニョーラっていう作家の方の絵です、漫画ですか。ヘルボーイとかそうでしたっけ。ちょっとあんまりその辺詳しくないんですけど、そのアメコミの絵を見た時に、いわゆる昔からのなんかガチガチなアメコミっていうよりはちょっとポップアートみたいな感じなんだけど、ちょっとこの黒い陰影のコントラストを強く出して、アメコミのテイストもちょっとそこに混ぜてるみたいな絵がすごく面白かったんで、アートとして。なのでこのテイストなんかやってみたいなと思って、でそのアーティストにそのミヨーラみたいなタッチで描いてほしいんだけどっていうふうに描いてもらったんですけど、最初そのロックマンっていうイメージから来ているああいうちょっとこう頭身の大きいディフォルメした可愛い感じのキャラクターと、そのちょっとこう渋めのアメコミタッチの入ったコントラストの強い絵柄っていうのがこうそこで合わさった時に、僕はなんかそれ奇跡の組み合わせだなと思ったんですけど、なんかすごくこの一番最初にその描かれたビューティフル・ジョーのキャラクターの絵がめちゃくちゃ面白くて、なんかシルエット可愛いのにもう筋肉ムキムキでみたいになってて、これは新しいなっていうふうに思って、もうゲームの中の絵柄もこれでいこうっていうふうにもうそれは即断しましたね。当時、僕そうやってビューティフルジョー作ってました。で一方で、僕から離れた、デビルメイクライ2が、会社の中でもこれは失敗だなっていうのがこう明確になってきましたっていうのがあって、で僕がそのビューティフルジョーを作ってたその三上さんの率いるその第4開発の中でも、当時もう一方でこれもペンディングになっちゃったんですけど、デッドフェニックスっていうゲームを作ってたんですよね。日本でキューブでショックな5タイトルっていうことで、キューブ
そのゲームキューブに5タイトル出しますよっていうその方針を三上さんが打ち出して、その一つが、ビューティフル・ジョーで、須田さんの、キラー7、それから、バイオ4と、あと1個なんだ、あと、三上さんの PN03 で、もう一つがそのデッドフェニックスだったんですよ。その一つを一挙に発表するっていう発表会も開いたんですね。でこの中ではこのデッドフェニックスが割とこう大きいプロジェクトだったんですけど、これが企画的にもうまくいかなくて、もう開発中止っていう決定が下ることになったんですよね。でそもそもビューティフル・ジョーっていうのは三上さんが僕にそのゲーム作りっていうのをちゃんと経験しろっていうことで課してくれたミッションなんですよ。大きいバイオハザードっていうプロジェクトにまず加わりました。でその流れで、バイオ2のディレクションをしました。で、その流れでデビルメイクライも作りました。全部大きいプロジェクトなんですよ。で、三上さんとしては、三上さんもその古い時代から開発してきた人なので、そういうなんていうか古い時代のいい意味でですよ、その近代的な大きいプロジェクトでディレクターをやって指示を出していろんなものを作ってもらうっていう形じゃなくて、もう小さい昔ながらの小さいやり方で、もうディレクターがもう何でもやるし、あとアーティストも少数だし、小さいところで濃いゲーム作りのサイクルっていうのを学びなさいっていうことで、その小さいプロジェクトとして任されたのがビューティフル・ジョーなんですよ。そういう僕の教育的な意味もあったプロジェクトなんですよね。そういうプロジェクトの中で、これ自分で言うのもあれなんですけど、ビューティフル・ジョーって結構個性的なタイトルになったと思うんですよ。でゲームとしての完成度も上がってきたっていう一方で、僕から離れたデビルメイクライ2はちょっとプロジェクトとして失敗した。で同じ我々のその第4開発の中でも一番大きいプロジェクトだった、デッドフェニックスも結局開発中止になったっていうところで、その三上さんの中でそれまでまだ全然半人前だった僕への評価をすごくこう僕に対して評価をしてくれるようになったんですよ、そこから。その時明確に三上さん話をしてくれて、今までそうやってその、ミッション課してきたけど、やっとお前一人前になったっていうふうに俺も思うっていうようなことを言ってくれて、その言葉は僕すごく嬉しかったんですけど、皮肉なことにそういうビューティフル・ジョーのその、成功というのか完成度を上げたっていうことと対照的に失敗したプロジェクトがあったっていうことで僕は評価してもらうことになったなっていうのは、そういう意味でもちょっと思い出深いなっていうのは思いますね。